チームアキアムービーで使っているね、動画撮影機材を一番使うのは 2TB って書いてます。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。めちゃめちゃいいねこれ。水中ハウジングのようなもの、これがね多分僕らが今一番ね使ってると思うんですけれども。どうも皆さんこんにちは、アキヤです。今回はですね、チームアキアムービーで使っているね、動画撮影機材を皆さんにご紹介できればなというふうに思っております。かれこれね、このチャンネルも始まって6年が経ちましたし、登録者数も本当に皆さんありがたいことに、17万人までね、やってきました。もうすぐ18万人も見えてきて、今年中にはね、20万人もいくだろうという見込みなんですけど、今ですね、僕一人で、動画をね、作ってるわけではございません。今ね、3名のね、チーム体制で、俊介と春樹と共にね、一緒にやってるんですけれども、僕たちが今たどり着いたベストな YouTube 制作機材を今回はねちょっと一つずつ紹介していけたらなというふうに思っております。で、ただただ紹介するんじゃなくて、僕たちもたくさん失敗をしてきたんですよね。なので今僕たちが揃えるならこれを揃えるっていうような意味も込めてやっているので、もしね皆さんが YouTube 動画のねクオリティを上げたいとか、もしかしたら、映像クリエイターとしてね頑張っていきたい、動画クリエイターになりたいみたいな感じの人にも、これを買っておけば間違いない、これよりもこっちの方がおすすめとか、僕たちはこういう風に使っていますみたいなことを、もはや何もないところから、何も持ってないところから揃えていくようなね気持ちでこの動画を進めていこうと思ってますので、おそらくこの機材全てをね持ってる方は多分いないと思うので、何かしらでねお役に立てると思いますので、ある程度機材を揃えている方も、ある程度カメラやレンズを持っている方も、特に後半パートでこんなあるんや、こんな便利なものがあるんやっていうのもね分かってくるかと思いますので、この動画一緒にね楽しんでいけたらなというふうに思っております。ではね早速やっていきましょう。まずはねカメラボディですよね。動画撮影するためのカメラ、僕たちがね今愛用しているのは2つ、こちらになります。はい、こちら、はい、ソニーの FX3 と、ルミックスの S1M2、これがね、今現時点での僕たちのメインカメラになっています。他にもね、この動画を撮っている FX6 も使っていますし、あともう1台こちらにもね、FX3 をね、2台目使っております。で、この上は α7-4 を使っているので、かなりね、ソニーシステムにズブズブなんですよ。めちゃめちゃ使いまくってて、で、なんやかや一番使うのはこの FX3 という形ですね。で、最近のニューカマーとして、この S1M2 も大活躍しているといったところになります。とはいえ、動画撮影をするのであれば、このソニーのね、FX3 というのが、なんだかんだ一番ね、今のところでも、現時点ではお勧めできるといったところではあります。このソニーのね、シネマラインというこの FX3 というカメラは、ソニーの α シリーズとはまた違ったシネマラインというね、ソニーの動画撮影の業務向けのカメラとして位置づけられているモデルになります。それこそ最近発売された FX2 というね、カメラもあるんですが、より手軽に使いやすい FX30、FX2、FX3、6、9とあって、僕たちは3とか、6をね、メインに使っているといったところです。もうがっつり映像やるならとりあえず FX3 を買っておけば問題ないと思うし、僕の予想では FX3 の攻撃が出たとしても3は3でもう完成しているからこれでいいと思います。はい、今から買っても遅くないし、攻撃出たらそれはね寂しいけれども、全然まだまだぶっちゃけ使えると思うし、で業界的に見るとやっぱりソニーのカメラを使ってる方ってもうめちゃめちゃ多いし、ソニーのカメラをオペレートできるっていうところも強みになってくるので、今撮ってくれてる俊介もソニーのカメラを使えるから今ねこうやって安心して任せれるみたいなところもあるので、なんかそういうことにもなってくるので、チーム体制として揃えるならやっぱソニーのカメラっていうのは非常に魅力的だったりします。ただ値段がねものすごく高いので、スローモーションしないとかであれば僕は FX2 とかねそれこそいいと思うし、なんなら FX30 っていうねもっとこう半分のセンサーのサイズのものがあって、そっちでもいいと思います。ただそっちだと夜の撮影のね時にノイズが出やすい、いわゆるセンサーが小さいのでちょっと暗視に弱くなってきたりするので、4K120 は撮れるんですけどね、いろんなこうちょっと考えないといけないところはあるんですけど、間違いなく行きたいなら FX3 がダントツでおすすめです。こう YouTube ぐらいの撮影であれば全然30でも問題ないので、作品をね本気で作るぞみたいな方以外であれば全然30でもいいかなと思っております。で FX2 はねファインダーとかもついてて、それもレビュー見てもらおうその方が絶対いいから、はい、レビュー見てみてください。でこれですよ、ルミックスの S1M2。 いや今ねこれ熱いっすよ、めちゃめちゃいいですよ。これもねレビュー動画数に出してると思うんですけれども、このカメラね写真も動画も本当にね万能にできます。 4K の120フレーム、いわゆるねこっちの 4K のスローモーションも撮影できるし、フル HD だったら240フレームまでね落として撮ることもできるし、写真もバンバンね撮ることができるし、でなんといってもこのボディデザインがねもう本当にいいんですよ。この FX よりもめっちゃ使いやすいです。例えばねこのモニターがこういったチルト式のモニターっていうのももちろんなんだけど、これねバリアングルっていうこのフリップもできちゃうんですよね。この FX もね、使いやすいんですけど、バリアングルしかないんですよ。バリアングル僕はね、今そんないらなくて、やっぱりね、このチルト式で
ちゃんとこうやってね、カメラの光軸がずれないように撮れる方が絶対ね、撮りやすいなというふうに思うし、グリップ感も深いし、あとファインダーがね、574万ドットっていうめちゃめちゃ綺麗なね、ファインダーになってます。なので写真もすごく撮りやすいし、であとはそもそもね、このモニターの解像度も187万ドットで FX3 よりも綺麗なんですよね。ただね、FX3A っていうマイナーチェンジが最近はあって、多分今買えば FX3 のモニターは237万ドットかな。はい、そのぐらいで、FX30 と同じね、綺麗にはなったんですけど、FX2 に関しては104万しかないので、ちょっとね、そのモニターのね、画質っていうので、かなりこう映像を撮っててね、楽しさっていうのが変わってくるんですよね。なので僕たちの中でも動画を撮ってて楽しいのは、やっぱこういった S1M2 とか楽しいよねっていう話にはなったりするんですけど、もう本当にこういろんな面でめちゃめちゃ使いやすいね、カメラになっています。何千万円っていうね、アリのアレクサっていうね、カメラがあるんですけれども、それとね、同じね、ガンマカーブ、要はログっていうものがね、このカメラでは撮れるようになったりするっていうので、もういろいろやばいんですよ。はい。詳しくはね、ちょっとレビュー動画見てください。もうここでね、しっかり解説してるし、FX3 がね、おすすめな理由も、過去にね、動画出してますので、よかったらね、この辺を見ていただければいいかなというふうに思っております。ただね、一方でちょっと値段がね、確かに高すぎるかなと思うので、そういった方におすすめなものは、こちらでございます。じゃじゃん。まず、ZV-E10M2。本当にね、業務というよりかは、ちょっとこう、YouTube を趣味程度に始めたいなという方向けにはなるんですけど、ZV-E10M2 ですね。これね、FX30 ともうほぼ同等の絵が撮れるんですよ。これもね、APS-C センサーになるので、フルサイズほど、ボケないし、明るさもないけれど、4K の60フレームで撮影をすることもできるし、あとは美肌補正が入ってるんですよね。なので、こう自撮りをするときとかに肌の補正ができる。これはね、FX シリーズにはないし、ルミックスカメラにも今のところはありません。このカメラにはありません。なので、これはね、ほんと唯一無二の良さだなと思うし、めちゃめちゃちっちゃいんですよね。このサイズで、本当にね、素晴らしい映像がね、撮れますので、これもね、レビューしてますので、よかったら見てみてください。マジでこれはおすすめ。13万円とかで買えるし、レンズキットでもプラス1万円ぐらいで買えるので、本当に安く始めたいなら、これはマジでありだと思います。で、ルミックスで動画を本格的にやりたい、かつ値段を落としたいという方は、この GH7 が今は一押しです。これはですね、センサー見るともっと小さくて、じゃん。めちゃめちゃ小さいですよ。これね、フォーサーズセンサー、マイクロフォーサーズというね、ものになるんですけれども、フルサイズと比べると、こんなにもね、大きさが変わってきます。全然違いますよね。フルサイズカメラの半分のね、センサーサイズとなるので、もっともっと小さなね、センサーになりますと。ただその代わりにレンズがね、超小さくなるというようなメリットがあるのと、あとは望遠側にすごく強くなるというようなメリットがあります。で、それでいてね、この GH7 というのはもうパナソニックの技術の集大成でもあるので、特にね、このバリチルモニターとかもね、はい、フリーチルトモニターっていうんですけど、こういったものもあったりするし、とにかくグリップ感もものすごいし、4K120 フレーム問題なく撮れるし、あとは32ビットオーディオっていうのが内部で入ったりとか、あとはね、こっちでも言ってたアリログっていうのがね、このカメラにも入ったりとかで、やばいんですよ。これでね、撮った映像もね、今流れてると思うんですけれども、本当にね、このセンサーの小さいね、弱点というものを感じさせないぐらい、映像は本当にめちゃめちゃ綺麗ですね。僕はね、すごくこの G7 買ってよかったなと思うし、今ね、こう予算30万円以下とかで買うなら、これをね、僕は選ぶかなと。FX30 よりもこっちを選ぶかなと僕はね、思うんですけど、GH7 おすすめです。で、さらにね、もう一個前の GH6 っていうカメラももう十分完成してるので、あっちでもいいんですよ。ただ、あっちはオートフォーカス性能が、若干ね、GH7、若干じゃないか、結構ね、GH7 に比べて、やっぱ遅いので、移送財布っていうね、この2つの方が新しい方式になってるので、断然早いんですよね。なので、そこの違いはあるので、ちょっとね、もっと安く済ませるなら GH6 も 4K120 とか撮れるし、アリログもいけるので、ありだとは思うんですけど、万能に行くなら7かなといったところです。はい。はい。でですね、あとはレンズに関してなんですけど、僕たち YouTube のね、撮影になりますので、基本的にそんなにこうぼかす必要があんまりないというのがあるので、僕たちは基本的にズームレンズをね、持ち歩いています。海外の撮影とかであったとしても、万能なね、F2.8 のズームレンズをね、まずはよく使っています。ルミックスであれば、このね、2460mm のこのね、F2.8 同士のレンズが今はね、一押しで、これがあれば一旦ね、問題なく全部済みますね。で、ソニーであれば、ちょっと
高いんだけど 2470mmF2.8G マスターの2型が一番ね今おすすめですね。これね僕と春樹くんも持ってるんで、僕たちの中には2個あって、今撮ってる1635の F2.8 の2型もありますと。このレンズがなんやかんやね一番使用率が高いです。でこのレンズね結構寄れるんですよね。なので僕たちレビュー動画の中に、こうカメラのねレビューをするので、こうボタンとか物理ボタンとかをね撮るときに結構寄って撮ってあげることが必要なんですよ。なのでそういった時に寄れるというところもあって、このねレンズをよく使っています。僕たちは基本的に一番いい第三元レンズで、ズームレンズで撮影をしてて、その理由がもう画質がやっぱマックスなんですよ。本当にこう単焦点のようなね画質が出てくるので、とりあえずその万能なねズームレンズを持って、でこういろんなバリエーション、いろんなアングルでねこうブワーって撮っていくみたいな感じで撮影をねしております。でね最近ねこの 2870mmF2 というね、こっちの方が高くて、こっちの方がね一応いいレンズと言っていいのかは分からへんけど、とはされてるんですけど、これもねガンガン使ってて、それこそ香港とかね持って行ってたりしたんですけど、結果こっちの方がねやっぱ僕たちの相性が良かったです。というのもこっちはあんま寄れないっていうのがあったりとか、あとフィルター径がねこれ86mm かな。で、ステップダウンをかまして 82mm っていうね、フィルター口径がこう従来のものよりもちょっと使いづらいものになってて、その辺とか、あとやっぱ重いっていうのがあって、ちょっとね、これ、若干ね、やっぱこっちに比べると、万能に使いにくいなっていうような印象があります。出てくる絵に関しては、やっぱね、こっちの方が僕たちの中ではこう感動できるっていうようなね、ショットはかなり撮れた印象はあるんですけれども、2870ね、できれば使いたいんだけれども、やっぱり便利に行くなら、この2470の方が使いやすかったです。あとは特に広角側のね、表現が、この 4mm 結構大きいし、ソニーのカメラは、こうアクティブテーブル補正とか入れたりとか、ブリージング補正を入れると、こうさらにね、クロップがバンバンと入ってくるんですよ。で、僕たち α1M2 っていうカメラと、ダイナミックアクティブっていうね、テーブル補正を活かしてやってたんですけど、そうするともっとバンバンバンと寄っていくことになるので、28が本当に始まりでしんどかったんですよね。なので、結構結果的に2470を持っていた方が、いいねっていうところに落ち着いたので、いいのは撮れます。でも、万能なのはこっちかなといったところですね。で、そして F2.8 のズームレンズが1個、揃ったら、その後は1個ね、単焦点レンズを購入して、揃えていけばいいかなと思います。最近ね、僕たち単焦点レンズあんまり使わなくなってきたんですけれども、こうより背景をぼかしたいとか、単焦点はね、ズームができないんで、ズームレンズはね、この通りズームができるんですけど、単焦点は、ズームができない代わりに F 値がね、これ 1.8 までいけるみたいな、2.8 よりももっとこう明るくなる 1.8 になるので、F 値が低ければ低いほど、背景がボケて明るく撮れますので、そういった特徴があるんですが、この単焦点レンズを、好きな画角で1個購入するとよりねいい絵が撮れたりしますので、なので自分のね好きな画角を見つけて、その画角の、単焦点レンズをね買って用意してあげるのがいいんじゃないかなと思います。はい、それではですね、カメラとレンズを揃えたら記録カード、SD カードが必要になりますよね。で、ここでも僕たちいろんな試行錯誤がありますので、これいろいろと紹介させてください。一番皆さんがイメージしやすいのは多分ね、こういった SD カードと呼ばれる、全然入ってなかったはい、この SD カードですね。とりあえずこれを持っておけばいろんなカメラに入るので、問題はないんですよね。例えばこのね、ソニーの FX3 とかもこれが入るんですが、入るんですが、ソニーのカメラはこれの他に CF エクスプレスタイプ A というカードがあります。それがですね、ちょっと僕たちをここの中に入れてるこれですね。このもうちょっと小さい CF エクスプレスというカードがあって、例えばね、これ 960GB、めちゃめちゃ多いですよね。1テラですよ、もはや。それがこのね、カメラには入るんですよね。こうやって。で、これさらに2個入ります。なので、960と 480GB とかを2枚入れて撮ることができます。で、SD カードでももちろんいいんですけど、僕のおすすめは CF エクスプレスです。やっぱり速いし、安いんですよ。CF エクスプレスの方が何倍もね、速度が速く読み書きができるので、撮るときもより高品質な動画を撮れるし、連写もたくさんできるし、で、パソコンに入れるときも転送時間が速くなるというようなメリットがあります。で、それでいて、SD カードよりも、コストパフォーマンスが安いんですよね。高いか。大容量なんだけど、SD カードに比べて、値段が低く買えるというような特徴があるので、CF エクスプレスマジでね、いいんですよね。で、このね、タイプ A というカードは基本ソニーしか採用していなくて、こういったですね、ルミックスのカメラとか、あとはニコンの Z とかね、あとはブラックマジックのね、最近僕もレビューしたピクシスというようなカメラとかは、タイプ B というものが使えます。それが
じゃん、こんな感じの CF エクスプレスタイプ B カードというようなものですね。でこれをね使うとね、もうめちゃめちゃねすごいね、もうタイプ A よりも多分高速なんじゃないかな。なのでこれが一番高速なやつやと思うんだけど、このね B をカードに入れて飛ぶことができるといったところです。で最近はねこのタイプ B もねかなり安くて、僕はねいいものを使いたい方はこのサンイーストさんのアルティメイトプロとかネクストレイジの B1 プロとかね、そもそもさこれ 2TB って書いてます。SD でこんなん見たことなくない？マイクロやったらあるけど SD はなくない？で128もねもちろんあって、これとかはねもう1万円とかで買えるんで、このね CF タイプ A マジでめちゃめちゃいいですよ本当に。逆にね SD カードって MacBook のねスロットに入るんですけど、こういったタイプ A タイプ B っていうのは専用のねカードリーダーは必要になってくるんですけど、でもそれを使うことによって USB-C のね、例えばサンダーボルトとかで接続ができて、より高速なデータ転送が可能になりますので、なんといっても僕はねやっぱ CF をね押したいなと思っております。はい、というわけで続いてがですね、じゃん、こちらです。これはねレンズのねフィルターです。こう映像をね撮るときにレンズのねこうフィルターをねもうほぼ確定でねつけないといけないんですよね。というのも、映像ってねシャッタースピードを50分の1とか60分の1にカメラをね設定するんですね。でそれなぜかというと、こう今もねブレてると思うんですけど、この僕の手がこれが肉眼のね見てる絵に近いと言われてるんですね。もう全部がこうであればいいってわけではないんですけど、こう肉眼でもブレてるじゃないですか。それが今この動画を通してブレてるのも、今ちょうどこれ50分の1で撮ってるので、同じようにね見えてると。ただこれ日中とか明るいシーンで50分の1にするとめちゃめちゃ明るくなっちゃうんですよね、動画っていうのは。これ写真やってる方だったらね50分の1がめっちゃ明るいなって思うと思うんですけど、だからこそフィルターで暗くするんですよね。でそれで僕たちはこういったね西さんの基本ねものを使っていて、こっちはね SWIFT システムで、こっちは JetMag システムかなというものになってますと。でこの SWIFT システムの、こういった可変のね ND フィルターというものを使っています。これガーッと濃度が濃くなっていくんですよね。より暗くなりましたよね。でこれをレンズのね前玉にこうつけてあげると、はいこうするとできました。これ簡単に言うと、僕たちというサングラスですよね。太陽光明るいさ海のビーチとかやったら眩しいじゃないですか。あれにサングラスしますよね。そんな感じでこうカメラの中に入ってくる光を減光する必要が動画はねもう基本絶対いります。はい。F 値をね絞ってあげればいけるんですけど、背景をぼかしたい時もあったりするので、基本いるんですよね。なので ND フィルターを使うのであれば、基本は西のトゥルーカラーバリオ ND っていうこの今使ったこの可変ができるやつを使えばまず問題ないです。はい。もうほとんどの方がこれを使ってる印象です。はい。でこの SWIFT っていうのは何かというと、 iPhone とかのさ Apple 製品をさこう開封するときに空気圧でさこうポッて開くじゃないですか。あの仕組みになってるんですけど、 SWIFT システムっていうのは、他のねフィルターをね上からカポってつけることができるんですよ。これよりこう濃度を濃くする、よりねサングラス効果を高めるねもっと濃い ND になるんですけど、これね上からこうカポッとつけるだけで、これが空気圧かな、こういう風につけれたりとか、あとはねミストフィルターっていうね、これをつけるとよりねこう光が幻想的なふわっとする拡散したねハイライトになったりするんですけど、そういったね効果あるものをこう重ね付けすることができるんですよ。でこれで、撮ることができるのでめちゃめちゃ楽じゃないですか。でね必要ない時はねもうこれを外してあげればいいので、はい、こういう風にね運用しておりますっていうのが SWIFT システムになるんですけど、日産ね最近もう一個新しいねジェットマグというシリーズを、発売しています。こっちのジェットマグはそのフィルター後継のものに対してまずね1個、絶対にね、つけないといけないものがあって、これがそのマグネット機構になるんですけれども、こういう風にまずね1枚かますと、でそっからあとはもう自由につけれるんですよ。例えばねじゃあこの ND のね、濃度が4のやつとかをパッとつけると、はい、これだけでくっつくで取れると。でここのね要はここの指をね持つところとちょっとねここにね白いねものが書いてあるんですけど、ちょっと分からへんかな、印があるんですけど、ここをこう取り付けて合わせてあげると、そうするともう絶対落ちないんですよね。もうこれでロックされます。で取るときはこれをずらして取ってあげる。で他のね、濃度もこういう風に重ねて、あとはもうね、つけて、でさらにまた合わせてあげると、こういう風にね綺麗に合わせてあげればもう絶対落ちないと、そんなねシステムになっています。で ZMAG の方が、ちょっとねややめんどくさいなという印象はあります。はい、僕の中で。でなんかちょっとこうすごいね高級感もあるから、なんかちょっとねこう扱いがねなんか気軽にできないような感じはあるんですけれども、こっちの方が、薄く
つけれるというのと、固定濃度でたくさんつけれるっていうのがあるので、画質面ではこっちの方が結構ね、僕は好きだったりはします。例えば、このね ND も全部つけてしまって、他にミストはもちろんなんですけれども、ミスト以外にも、僕たちがね使ってるものの中で、CPL というねフィルターがあるんですね。ちょっとこれ順番今適当につけてますけど、この CPL フィルターっていうのがすごく助けられてます。この CPL フィルターを使うことでなんか反射を抑えることができるんですよね。僕たちはねこのカメラのモニターとかをよく撮るんですけど、屋外でこういったモニターを撮ると結構ね映りがねなかなかうまくいかなかったりするんですけど、こういった CPL とかをかましてあげるとちょっとモニターが見やすくなったりとか、スマホの画面とかね、でこれらがね可変式じゃないんで、このスイフトのようにこのグリグリっと回すわけじゃないんで、こっちの方がなんかねムラなく撮ることができます。で、ジェットマグはね、可変式の ND もね、今はもう出てますので、楽にね、運用することも今はね、全然できたりするので、ちょっとジェットマグの方が高いんやけど、間違いない。よりこう作品の絵をこだわるならジェットマグ。でも、機動力とか楽に行きたいなら Swift かなといった感じで、僕らは落ち着いております。はい、というわけでですね、続いてが、じゃんこちらでございます。ジンバルですよ、ジンバル。はい、ちょっとね、今回DJI さんにね、サポートをいただいてるんですけど、僕たちですね、RS2 Pro というね、2個世代前の、ジンバルをね、長く使ってました。僕も、はるきくんも RS2 やったやんね。はい。はい、なんですけど、もうモーターがガタきまくってて、あきらさんこれほんまもうあんま使えないですよってもう散々言われてたんですけど、やっとね、RS4 がね、届いたっていうところで、お世話になってます。もうめちゃめちゃいいですね、これ。正直、RS3 Pro を使ってる方は、無理して、全然乗り換えなくてもいいのかなと思ってるんですけど、僕らのような RS2 使ってる方、意外といません？どうかな？いるでしょ？そういった方、ほんまにね、乗り換えの価値あります。はい、ということで、ちょっとね、RS4 Pro がどのようにね、いいのかっていうのを紹介したいと思います。でちなみに DJI さんね、ジンバル結構いろんなラインナップがあって、同じ RS4 シリーズであれば、RS4 ミニもあるんですよね。これもめちゃめちゃおすすめで、ちょっとこれはね、また別の動画で紹介すると思うんですけど、その他にも RS4 オンリーのね、型番のものもあって、こっちはプロになるんですよ。で、値段はもちろん違うんですけど、積載重量もね、違うんですよ。どれぐらいのね、カメラの重さに耐えれるかっていうのも違うんだけど、何よりもパワーが違うんですよね。なのでやっぱりちゃんといいワークをしたい、いいね滑らかな映像を撮りたいっていう方はもう断然プロだと思います、僕の中ではね。でもね RS4 ミニはねめちゃめちゃいいはい。でもね、トータルパワーはね、断然 RS4 プロになるので、このね、プロだとどれぐらいのね、ことができるのかっていうのをまずね、皆さんにご紹介できればと思います。で、DJI さんのね、ジンバルをね、購入すると、こういったケースがあるので、これはね、プロシリーズと RS4 にもあるかな。ちょっとね、散らかっちゃってるんですけど、こういった形でいろんなね、収納ができたりとか、いろんなね、こうアクセサリーを、入れることができるようになっております。ちょっとまずね、簡単にカメラに取り付けをします。はい、こんな感じで、ね、カメラを載せて、3軸のねバランスをね取ってあげますと、バランスが取れるとこういう風にねどこで向けても、いけるようになるんですけれども、この状態で、まずね電源を入れてあげます。はい、こんな感じで入りました。で、これでもうわかるよね。こう滑らかな、はい、映像がね、撮れるようになるわけなんですけれども、で、この RS4 Pro と、あと RS3 Pro もなんですけど、自動ロックがあるんですよね。ここをワンタッチで置くと、こんな感じでね、自動でロックされるんですよ。わかる？こういう風に。もうこれで持ち運ぶことができちゃうんですよね。めちゃめちゃいいね、これ。RS3 Pro ユーザーだったらさ、いや、何を今更って言ってると思うんですけど、いや、ちょっと僕たちはね、RS2 からだったんで、もうこれがね、もう本当に楽でね、嬉しすぎる。はい。で、また戻せば、これで再度ロックが解除されて、はい、こういう風にジンバルとして使えるといった形ですね。で、ちなみにここにね、液晶があるので、今のロックとかをもう一回やってあげると、こういう風にロック中と出て、で、ロックを解除すると、はい、こんな感じで解除されるといった形ですね。で、DJI のね、ジンバルのいいのは、キャリブレーションがね、めちゃめちゃ簡単にできるんですよ。ここのマニュアルのボタンと、背景のね、後ろのこのトリガー部分を、長押しをしてあげます。はい。これを長押しを両方押してあげると、
はい、すぐにキャリブレーションが開始されて、モーターのね、バランスとかを最適化してくれるんですよね。なので、そのカメラとレンズの組み合わせによって、パワーのね、かけ方を最適な状態にしてくれるので、よりしっかりと滑らかなね、ワークができるといった形になります。っていう感じで、これでね、実際に使って、撮影をね、することができるという風になります。ただ、ここにね、モードをね、物理でつけるようになりました。これパンチルトフォローで、真ん中がパンフォローですね。で、一番下が FPV になるので、このモードによってこの軸のね、動き方を変えます。FPV だとこの斜めの軸とかもう全部を追従できるんですけれども、このパンフォローとかにしてあげると、これはね、上とかも下も斜めもいきません。これはもう横しかね、追従しないと。逆にこのパンチルトフォローは、これ上と下と、斜めはいけるんですけれども、横はいかない。はい。っていうような形になりますので、これがね、物理でできるようになったっていうのは、僕的にはね、すごくありがたいところですね。で、さらにね、あるんですけれども、この RS4 Pro、なんとですね、縦動画にも撮影対応します。これちょっとね、ロック解除するんですが、その状態で、ここにね、ちょっと、取る部分があって、ここのね、ネジを緩めて、ここをね、押した状態で引くと、ここをね、なんと外すことができます。で、こう外したのを、こういう風にね、状態でつけてあげるんですよ。はい。で、あとはネジを締めてあげれば、じゃじゃん。縦軸で撮影が可能です。で、本来はしっかりとこれで再度バランス調整はね、一応必要になるんですけれども、かなりね、モーターが強いので、全然おすすめはしないんですけど、この状態でも全然ね、撮り始めることは全然可能です。で、一応ね、スペック的なところも見ておくと、RS4 Pro は積載重量が 4.5kg までいけますので、今撮ってるね、ソニーの FX6 もいけますし、このようなね、ブラックマジックの Pixis というようなね、カメラも全然乗っちゃうような、かなりね、モーター強いね、ものになっております。逆に RS4 はね、最大 3kg になっちゃうので、やっぱりね、より重く乗せるならプロ一択かなといったところです。で、プロシリーズはここのアームがですね、カーボン製になってるんですよね。ちょっとこれ素材見ると分かりやすいんですけど、かなりね、軽い、軽量なね、素材になっています。なので、意外とね、そんな重くないんですよ。重いんだけど、なんかジンバルの中では見た目に反してすごく軽い仕様になっております。なので、トータルね、重さは全然片手でもいけちゃうぐらいの感じになっております。で、あとはね、モーターのトルク自体がね、ちゃんと強化されてるんですよね。RS3 Pro から RS4 Pro、今回のものに関して約 20% 向上してて、で、僕たちが使ってた RS2 から3 Pro の時点でも 20% ぐらい向上してるので、RS2 からの比較で考えると、かなりね、モーターパワーが強くなっておりますので、なかなかね、補正力もかなりね、あるかなと思います。実際にね、僕FX2 のレビュー動画で、ジンバルに載せて撮っていたと思うんですが、あれもね、RS4 Pro を使っていて、もう全然揺れてないですよね。もう全然滑らかな、あれぐらいのカメラとレンズだともうへっちゃらなってぐらいでね、バンバン動き回ってて、で、なんならね、2870のレンズの 70mm とかでね、撮っていましたので、もうギャンギャン動き回って撮れるという風になりますので、このジンバル選んでおけばね、問題ないかなと思います。で、さらにね、ちょっといろんなね、オプションがつけることができて、このような DJI-RS スマートトラッキングモジュールというものがあって、これにね、対応してるんですよ。これ自体ね、ミニにもついてて、ミニから対応かと思ったら、ちゃんとね、こっちのプロシリーズでも使えます。もうこれめちゃめちゃ簡単でね、もうこれをつけるだけで OK なんですよ。はい。なら今光りましたよね。で、これがね、どういう風になるかというと、ちょっと解除して、これすごいんですけど、こういう風にね、僕を今このねライダーが見つけてくれてて、手上げると僕のことを追従してくれます。こんな感じですごくね。で、ここがね今赤なんですけど、トラッキング可能になると緑になるんですよ。ちょっと俊介さ、これやってみてくれ。いけるかな。ちょっと遠いけど、いけた。はい、こんな感じで緑になって、ちょっと動いてみてくれる。はい、こんな感じで人の動きに合わせて追従できると。しゃがんでみたらどうなる？はいはいはい。こんな感じ。おー、いいね。正直ね、そんな実践でさ、超使うっていうわけではないんだけど、でもなんか超ローアングルにした時とか、例えばこういうね、取っ手のものがついてて、もうどんどんいろんなこと紹介するともう時間がマジでないんやけど、こういうやつをさ、ここにかまして、要はローアングルで撮ったりすることができるんですけど、そういった時とかはこれで人物を追従させて、自分はもうアクションにね、ワークにもう振り絞るみたいな感じとかもできるので、そういった時にはめちゃめちゃね使えるかなと思います。そんなね、この DJI-RS4 Pro の価格は 99,000 円でございますが、これ単品の価格なんですよね。僕たちのようにいろんなトラッキングモジュールとかもろもろ含めると、モジュールは別売りかな。
はい。他にもね、レイブンアイっていうね、ちょっとこうトランスミッター系の伝送システムとかもね、コンボに挿したりとか、ちょっといろいろとね、有線接続でカメラのレックをね、ボタンでできるようにしたりとか、なんかそういったコンボを選ぶと12万3200円になるので、まあ、確かに高いんですけど、でもね、まあプロコンボで買うのがいいかなと個人的には思っております。はい、ということでね、結構情報量えぐいんですけど、ちょっとまだまだいきますよ。次がこちらでございます。はい。映像のね、伝送機器でございます。ちょっとなんか可愛いけど、なんかロボットみたいでね、可愛い見た目になってるんですけれども、映像のね、伝送システム、今はね、僕たちこれを使っています。やっぱね、DJI のエコシステムが本当にいいんですよね。このね、ジンバルとかもそうなんですけど、これ実はですね、これ何かっていうと、その映像をね、遠隔で飛ばすことができる HDMI とかを使って、無線で飛ばすことができるようなものになっています。で、これね、すごくいいのが、もう DJI のね、ジンバルの裏面にね、ついちゃうんですよね。これをこう、下からスライドさせて、はい、こういう風にね、かますことができて、で、これね、なおかつね、USB-C で接続をしてあげれば、こっちにバッテリーは必要なく、使うことができます。でですね、これね、浪人のね、アプリを使ってあげたら、これ QR コードをね、読み込むだけで、一瞬でね、接続ができちゃうんですよ。はい、こんな感じで来たと思いきや HDMI が刺さってなかったので、ちょっとね、カメラにもね、やらなあかんね。はい、こんな感じで見てください。映像が今ね、無線で飛んでおります。で、こっちの動きも全部来てますよね。こんな感じで一瞬でスマホとかタブレットに送ることができます。で、ここまでの内容であれば、このね、レイブンアイとかでも全然できちゃうんですよ。実はね。はい、これ付属のやつでもできるんですが、今飛ばしてるトランスミッターはもちろん、こっちの受信機で L バッテリーですよね。これを使ってあげて、で、さらにモニターとかに出力をしてあげる。例えばね、こういったモニターであったりとか、あとはね、こっから USB-C をね、使って iPad とかに有線接続がね、できたりするんですよね。なので、スマホでももちろん見れるし、物理モニターでも出せるし、で、この受信自体は無制限にいけるんですよね。例えばヘアメイクさんとかディレクターはもちろん、照明さんとかね、いろんな方がもうアプリを入れちゃえば全部で入っていくみたいな。ちょっとね、その多ければ多いほど多分、遅延というか、なんか接続のね、不具合は出てくると思うけど、これ1個ね、飛ばしをちゃんとやってあげれば、もう他のものにもね、接続ができるんですね。で、なんでね、この DJI トランスミッション SDR をね、最近はよく使ってるかっていうと、これインカムとも相性が良くて、ここにね、オーディオのヘッドホンアウトがあるんですよね。はい。で、こっち両方ともあるんですよ。なので、これ要はカメラの音とは全く別にトランスミッションが映像とプラスで音声も飛ばせるんですよね。なので、これを持っておけば遠隔で会話もできるというところがあるので、やばくない？映像だけじゃないんですよっていうのがまず1個ね、すごくいいところです。で、あとはめっちゃちっちゃくて、重量が 145g っていうのもすごくいい。で、僕が気に入ってるのは、QR コードで、やっちゃえば、もう浪人アプリをね、一瞬でつなげることができるってもすごく気に入っている。で、あとはですね、これ両方とも HDMI の入力アウト両方とも対応してるのあるんですけど、これですよね、SDI にも対応してる。ここもね、結構大きいですね。シネマカメラとかではこういった HDMI だけじゃなくて SDIのね、飛ばしがあったりとか、あとはモニターもね SDI の受信があったりするので、結構こういった両方に対応してるっていうのが僕的にはね、すごくね、助かるところですね。あと僕はね、結構もうほとんど室内で使うんですけれども、野外でもね、結構伝送距離がね、かなり広くねできるっていうこともあるみたいで、そういったねところでもいいのかなと思います。ただね、1個だけめちゃめちゃね、ちょっと注意点があって、これ僕らね、これ開封をね現場でしたんですよね。届いた翌日にね、早速使いたい時があって、他のねトランスミッターを持って行ってたんでよかったんですけど、現場でねこれ使い始めることができなかったんですよ。それなぜかというと、最初にアクティベートが必要なんですけど PC が必要なんですよ。スマホとかではできなくて、無線でもできなくて、 PC にケーブルを挿してつなげてアクティベーションしないと使えないんですよ。なんでやねんと思うんやけど、そういったところがね若干あったんで、めちゃめちゃ注意ポイントになるんですけど、絶対にね事前準備して機材準備してからやってあげてください。ちょっと僕らもねそこを怠ってしまったのは本当に反省ポイントで、新しく届いたから使おうかぐらいだったんでねよかったんですけど、他のものを持ってたんでよかったんですけど、もしね買われる方はね、ここは絶対にね注意していただければなというふうに思っております。はい、ということでですね、ここまでが必須のものだったんですけど、こっからはねあるとマジでいいですよっていうのを紹介していきたい。はい。
もうね、早速ちょっと、何これって思ってると思うんですけど、これがね、多分僕らが今一番ね、使ってると思うんですけれども、スライダーです。数多くのね、今レビュー動画をね、たくさん作ってて、今もね、ちょっと並行中で作ってるものがあるんですけれども、僕たちのレビュー動画さ、すごい滑らかにカメラ動いてると思いませんでした。あれね、全部これを使ってて、4K60 フレームでスローにもかけたりとか、当倍でね、使ったりもあるんですけれども、全部これを使ってるんですよね。結構ね、これもうちょっとね、紹介するのがね、逆に嫌なぐらいなんですけれども、ちょっと紹介しちゃいます。こちらですね、YC オニオンさんのね、スライダーになってるんですけれども、YC オニオンさんさ、1脚とか、あと3脚とか、僕紹介してきたと思うんですけど、実はこれが一番使ってます。で、これね、電動スライダーなんですよ。要はその、L バッテリーをね、しっかりとここに取り付けてあげて、電動で動かすみたいなものが、一番いい使い方なんですけど、僕らもそんなことを使ってません。もうすべてね、手動でやってるんですけれども、これかなりね、よくできた作りになってて、まずね、これちょっと調節をして、ここを緩めると、まずね、こんな感じで超ゆっくり綺麗に動いてくれます。はい、こんな感じでさーって動くんですよね。でもちろんここの足をしっかりさしてあげれば、高さを出してこのまま動かすこともね全然できたりはするんですけれども、すごくね気に入ってるのが、基本これ要はこうしてあげて、でカメラをねこうやって向けてあげるとかすると、ちょっと台があれか、そうすればさ、横だけじゃなくてまず縦もいけると。はい、縦にも乗せて動かすことができるし、で何よりねすごくいいのが、ここの部分を緩めて、でこれをねこんな感じで動かすことができるんですね。なのでここがよりね深く最大値になると、カメラがギュイーンって向いていきます。見といてね、ギュイーンって向いていく、ギュイーンって向いていくになるんですよ。でここが中間で、ここを弱めてあげるだけで、この向きがですね落ち着くんですよね。でも若干向いてるっていうのがあります。わかるかな。この中間ぐらいだとこの辺かな。はい、こんな感じになると。でこれを全くなしにすれば、ただただ横のスライドに生まれ変わるみたいな感じになるんですよね。マジでおすすめ。はい。僕たちが使ってるの多分これ120センチのやつかな。もうちょいちっちゃいやつのもあると思うんですけれども、これでね、商品の物撮りですよね。こんな感じでね、カメラを置いてあげて、あとはもうこういう風に滑らかに撮ってあげるだけでいい感じに撮れますと。こんな感じですよ。めちゃめちゃね、簡単に高品質なクオリティで撮ることができるようになります。はい。で、そして続いてがこちらです。はい。マジックアームですね。これはね、もういろんな方使ってると思うんですけれども、これはね、絶対あった方がいい。例えばね、こういう風にモニターにね、取り付けてあげて、で、これを、例えば三脚とかにさ、取り付けてあげれば、固定して足のね、ところに、もうモニターをね、取り付けることができるみたいな感じになるんですよね。いろんなものにマジで使えます。はい。僕たちが一時ね、やっていたのが、このね、挟むやつを取ってあげて、この状態で、カメラとカメラをねつなげてあげるんですよ、これで。はい、どういうことかというと、例えば撮影する方のカメラをまずねこんな感じでつけてあげます。でこれをついたら、次は映る方のカメラを取り付けてあげるんですよ。ちょっとね簡易的にやるとすると、こうですね。こういう風に取り付けてあげると、そうすると超広角のねレンズで撮ってあげれば、こうカメラにねずっと追従しまくる絵が撮れるんですよね。僕この表現さ結構何回かやってましたよね。ソニーさんのねウェブ広告のやつでもね実際に使ってたんですけど、数年前からねこれ流行ってる撮り方の一つで、本当にこれいろんなね使い方があるんですよ。例えば鉛筆にねつけてあげてこうなぞるように撮ってあげたりとか、料理する時にこう手とか包丁につけてそれをザクザクやるとかね、マジでいろんなこう視点でね追従して撮ることができるので、このマジックアームマジでね1個持っておくと本当にいろんな使い方ができます。今日紹介する中でが一番ね買いやすい値段かな。2800円ぐらいかな。でセールだともうちょい安くなるかもしれへんけど、ぜひねこれスモールリブさんの買ってみてください。はい、というわけでだいぶとね後半になってきました。次がですね、じゃじゃん、こちらでございます。はい、ラオワのねプローブレンズと呼ばれるものです。これもねだいぶとマニアックな製品ではあるんですが、ちょっと開けるとですね、はい、オープン、こんな感じです。これ何が入ってるかというと、じゃじゃん、これねレンズなんですよ。これもね 4,5 年前ぐらいに流行ってたレンズなんですけど、これね最終 F 値も14で20何ミリかな、はいなんですけど、ここ本当にレンズなんですよ。この鏡頭バカ長いレンズのマクロなんですよ。マクロレンズになるんですよね。
これね、倍率が2対1やったっけ？等倍を超えた、1対1の等倍を超えたら2対1。だからセンサーの面に対して2倍の大きさにね、ものが映る、やったはずなんですけど、結構いかついね、レンズになってます。これはね、僕たちが持ってるのはこれソニーのね、E マウントレンズなんですけど、このように、これね、がっつり、はい、このようにつけることができるんですよね。もうわけわからんよね、これ。はい、こうやって撮るわけなんですけど、手持ちで撮影することはほぼありません。それがさっき言ってたスライダーを使って、こう、マクロレンズで撮っていくんですよね。で、これのね、面白いのが、ここの先端にね、ライトがついてるんですよ。USB-C をここにつけてあげて、給電してあげると、ここからライトが発光するんですよね。それで F14 という超暗いね、明るさの中撮影していくといった形になります。で、僕らのね、レビュー動画とかでも結構これね、実は使ってるシーン出てきてます。はい。あんまり気づかなかったかもしれませんが、いろんなシーンでめちゃめちゃ寄りたい時とか、もう本当にね、こう、カメラのね、設計とかをね、見せたい時とか、もっとこう、メニュー画面とかね、ボタン類とかをなぞりたい時とかに、これをね、使ったりしております。まあ、なかなかね、使いどころは人によってはね、むずってなると思うんですけど、まあ、かなりね、これがハマるとおもろい映像は撮れますので、まあ、ちょっとね、よかったらと思って、ご紹介をね、させていただきました。まあ、すごくね、このレンズのね、嫌なところが1個あって、すごい極む。めっちゃね、暖色なんですよ、この撮る絵が。ホワイトバランスもね、かなりね、白色気味にね、して撮らないといけないんで、ホワイトバランスね、そのクリップだけバカ狂うんですよね。そこがほんまに許せない。めちゃめちゃ使いにくい。うん。まあ今やったらね、もっといいレンズありそうなんで、まあプロブレンズ、ぜひね、よかったら面白いのでね、使ってみてもらえたかなと思っております。はい、というわけで最後はですね、これを紹介して終わろうと思います。はい。これもね、よく聞かれてたんですよ。ディカパックっていう、まあ、水中ハウジングのようなものです。で、ちょっと最初に言っておきたいんですけど、これほんと自己責任でお願いします。おすすめというか、僕たちはこうしたというぐらいで留めておきたいです。ちょっと本当にあまりにも質問が多いんでね、ちょっとお答えするというような形です。これ何かというと、まあ、スマホをさ、こうお風呂とか海とかに持って入れるちっちゃい防水ハウジングあるじゃないですか。あれのカメラ版です。なのでね、この本当にね、一眼ミラーレス一眼をね、この中に入れることができるんですよ。はい、こんな感じで入れて、でそれでね、しっかりとめちゃめちゃちゃんと密封してあげて、で、ここからね、指を通すことができるんですね。で、反対側のこっちも指を通すことができるので、意外とレンズをね、操作ができるんですよ。まあ、こんな感じで、撮影をね、することができると。背面はこんな感じですね。で、まあ正直ね、めちゃめちゃ使いにくいし、その専用設計じゃないので、どうしても、使いづらいです。絶対に。ほんまにこう、穴開いたらマジで終わりの箇所が結構あるから、本当にね、海とかはマジでおすすめしない。特に川はおすすめしない。ちょっと本当こう外部的にこう破れる要因があったら結構まずいので、まあ、プールとか、まあ、でもプール取られへんとこ多いもんね。ってなると、まああれか、まあだから雨とか土砂降りの時とかは全然取れるんですけど、まあでも一応ね、ウォータープルーフなので、海にね、海っていうかまあ水中でも行けるようなものになってます。まあ、僕はね、このルビックスの S1M2 のレビュー動画とかでも、ミュージックビデオのね、撮影でかなりね、使ったんですよね。それはもう全部この2460のレンズと、この S1-2 と、このね、ハウジングを組み合わせて、使いました。撮影場所がね、ダイビングスクールをね、しっかり借りて、ダイバーさんもね、スタッフの方でお願いしてね、本当に安全面にはかなり配慮したし、まあ、僕は水泳経験が6年ぐらいあって、結構素潜りとかできるタイプなんで、なんかカメラを持ってできたっていうのはあるんですけど、本当に普通に危険なんで、基本はお勧めしないです、マジで。ただ、なんかこう、ちょっとチャプッとつけるぐらいとか、足元につけるぐらいとか、逆にこの波と水中とその水面ぐらいを撮りたいとかであれば、結構いい表現ができるので、割とね、いいかなと思います。あとは XM5 のね、ドキュメンタリー映像で僕、サーファーのね、肩を覆うドキュメンタリーを撮ったんですけど、あれとかでも結構ね、海のシーンとかはこれを使って、まあ、水中のところでね、まあ、無理しない範囲で、まあ、本当にサーフィンのシーンとかマジで危ないんで、本当にお勧めはしないんだけど、まあ、こういうような撮影をね、仕方でやりました。もしね、やるときは、本当にこう、誰かとね、一緒にこう、アシストしてもらいながら撮影していただきたいのと、ダイビングスクールとかは、絶対ね、ダイバーさん読んだ方がいいと思いますので、まあ、くれぐれも撮影されるときはね、お気をつけていただければいいかなというふうに思っております。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。今回結構なボリュームだったんですけれども、改めてですね、僕たちが普段使っている動画機材をね、ご紹介させていただきました。すべてですね、概要欄にね、リンクを貼っておきたいと思っておりますし、紹介した動画はね、本当に僕たちもこういろんなこうね、改良があってのたどり着いた答えにはなってますので、本当にね、自信を持ってお勧めできるものたち
じではあるので、ぜひね、興味があるものはチェックしていただければなというふうに思っております。はい。で、ここ最近ですね、ビジュアルパークというね、オンラインショップをね、かなりね、気合を入れてね、運営をしております。このビジュアルパークというところで、僕がね、作ったこう、写真を編集するプリセットとか、あとは動画で使えるラットであったりとか、iPhone 用のラットとかね、あと Osmo Pocket 3用のラットとか、最近はね、ルミックスカメラ専用で使えるね、カラーシステムのルミックスカラーパレットっていうものを作って、13個のね、オリジナルコンテンツを全てここでね、揃えることができる、そんなカラーパレットっていうものも作ったりとかで、本当にいろんなね、こう写真とか動画のね、編集というところでね、お助けできるような、コンテンツをね、販売しておりますので、もしね、良ければこちらもチェックしてもらえたらなというふうに思っております。で、今年は特にね、このビジュアルパークに新たなね、新しいあれがね、登場しますので、全く今まではね、やってこなかった全く新しいね、ものが3つ登場予定になっておりますので、引き続きね、このビジュアルパークね、ぜひチェックしてもらえたらなというふうに思っております。で、ビジュアルパークの中にね、それこそ最近発表されたばかりの、ソニーの FX2 であったりとか、あとはルミックスの S1M2、あとは GH7 とかの実際にね、僕たちが撮影したね、写真とか動画データのね、素材をこうダウンロードできるような、無料でしかもダウンロードできるような、サンプルデータもね、配布しておりますので、もしね、ビジュアルパーク見たことない方は、ぜひね、一度アクセスをしてチェックしてもらえたらなというふうに思っております。ということで、今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。